こんにちは、ハミ肉チャンネルです。山形の旅から所用があって一度岩手の実家に戻りました。今回は鳴子温泉から入って山形旅を続けます。よいしょ。せっかく鳴子温泉を通過するので、以前から行きたかったところに寄っていきます。東鳴子温泉の馬場温泉、油臭の真っ黒な湯が特徴のマニアに人気の温泉です。寒い。東鳴子温泉の開湯については諸説あり、最も古い記録では西暦747年にはすでに温泉が存在したとも言われています。鳴子温泉として司書に登場するのは食日本後期の昭和4年4月16日の項目。玉造の柵の温泉が激しい火山活動により沸騰し、新しい沼ができた様子が記されています。馬場温泉の泉質はナトリウム炭酸水素塩泉、いわゆる準重曹泉です。東鳴子温泉特有の油臭と呼ばれる石油系の匂いがし、茶褐色の甲羅色の温泉であることが特徴。太古の海水が高温高圧の地下に封じ込められ原油ができるのと似た工程をたどるため、こういう香りになるんでしょうね。ずっと入りたかった湯にやっと入れました。本当に体がポカポカします。もう動くのが嫌になってます。本当は外風呂に入りたかったんですが、現在は住民専用になっているようです。いい感じですね。東鳴子温泉は仙台藩主伊達家専用の御殿湯も設けられていた由緒ある温泉地。油臭のする独特の泉質が多くのファンに愛されています。少し他のところも覗いてみましょう。同じく東鳴子温泉にある旅館南部屋さんにお邪魔します。馬場温泉と同様に東鳴子温泉らしい油臭の温泉ですが、ゴリゴリの人という感じではなく、エントランスからロビーまで華やかな演出がされており、女性客にも好かれそうな感じ。旅館南部屋には姫の湯と赤灰の湯という2種類の温泉があり、この日入ったのは姫の湯。赤灰の湯は創業当時からの小浴場で貸し切りが可能。日帰り入浴では入れないのかもしれません。入浴料金を払ってお風呂に行きます。旅館の中は清潔に保たれていて素敵です。ここも真っ黒。温泉自体は無色透明ですが、温泉成分が湯船に付着して黒く見えるそう。独特な油臭は健在ですが、馬場温泉に比べるとマイルド。家族連れならこれくらいの方が受けがいいかも。熱くもなくぬるくもなく、ちょうどいい温度で心からゆっくりできます。なんでこんな黒と冷えたのを浴びる。そそるな。気持ちよかったぜ。かっこいい。さらに進んでいくと素敵な構えの宿を発見。いかにも昭和の香り漂う玄関。後で調べてみると、なんと3つの源泉を持つ名湯でした。すいません。
すいません。何度呼んでも誰も出てきません。伊佐線旅館は1941年に営業開始。太平洋戦争末期には学童疎開の児童を受け入れたこともあるそう。すいません。とうとう誰にも会えず入浴を断念しました。次回は連絡してから伺いたいと思います。菅原。鳴子温泉の東側、温泉街徒歩圏内にあるこじんまりした旅館、娘が大絶賛していたお宿です。宿の中で湯巡りができるような多彩なお風呂が人気だそうで、まれに変わった色に変色することもあるとか。日帰り入浴の看板があります。お風呂にありつけそうです。1箇所につき500円です。何箇所もあるんだ。9つもの温泉があるそうです。潤いの湯は摩天の湯 B と摩天の湯 C の混合泉、ゆったり広めの浴槽、総ヒノキ張りのサウナも併設されています。開花に見えるのは足湯施設蒼天の湯、湯だまりがあり温泉卵も作れるそうです。摩天風呂と呼ばれる湯船、鳴子温泉の中でメタ計算が 498.6mg と最も高い数値で、まれに湯船が青く染まる菅原ブルーにお目にかかれるそう。メタ計算に含まれるシリカ粒子の拡散現象によって青みを帯びてくるそうです。見てみたいですね。随分と長く館内を歩いてますが、私が入浴したのは露天風呂美肌の黒湯。入り口から一番奥に位置し、摩天の湯 B を源泉とする露天風呂です。こっちか。やっとたどり着きました。ちょっと疲れるくらい遠かったぞ。めっちゃいい。いいね。雪景色がちょっと見えるとこがまたいい。そして油臭が強烈です。今日一の匂いがします。温度は低めで雪景色を見ながらぼーっとしてたらいつまでも入っていられそうです。外は風が吹き荒れていますが、この湯の場だけは隔離されているように穏やか。すっかり長湯してしまいました。150年以上もの歴史を持つ旅館菅原、あのテレビチャンピオンの収録の舞台になったこともあるそうです。娘は料理も絶賛してました。宿泊して味わってみたいですね。鳴子温泉に別れを告げ、尾花沢まで進みます。ここからまた苗場に向けての旅を再開します。赤倉温泉を抜け県道28号を南下する山道はなかなかに厳しい道。大きな除雪車が直前になるまで見えません。やっと山を越え尾花沢に着きました。花笠の里で丸っていうんだ。今夜はここで就寝。ああ、そういうこと。尾花沢はやはりスイカ推しの町なんですね。スイカ焼肉のタレ。スイカカレー。結構降りました。ここから甲板をやってきてすごい豪雪の中を旅することになりますが、この時我々はまだ知りません。
佐藤錦発祥の地、さくらんぼの生産量日本一で知られるフルーツ王国東根市にある温泉街。1910年に干ばつ対策で井戸を掘っていた時に見つかったのをきっかけに温泉地が発展しました。島倉千代子さんの東根温泉小唄にも歌われているように、合山や旭岳などを田畑の向こうに眺める景色が美しい場所です。東根温泉には源泉が6カ所あります。多くの源泉はナトリウム塩化物泉と言われ、飲むと塩辛くマグネシウムが多く苦く感じることがあるとされています。衰退した温泉地という意見もありますが、現在も元気に営業している宿が15軒以上、日帰り入浴施設も数軒あり、写真で見るようにお湯は素敵なウイスキーのような色。そのお湯を味わいたくてここを訪問しました。カタカナで太田湯、なかなか変わったネーミングですよね。長く地域住民に愛された共同浴場のようです。現在の建物は2008年に改築されたものだそうで、建築業である先代が木材をふんだんに使用して作ったぬくもりのある内装、安らぎの空間です。お湯は期待通りの黄緑色がかったちょいぬる、滑らかな肌当たりで風呂上がりには肌がしっとりしている感じでした。温度は42度程度と入りやすい温度になっているんですが、長湯は気持ちです。塩化物温泉なので風呂上がりにはかなりポカポカ、長く浸りすぎると湯あたりの厳禁になってしまいます。ここからは東根市、寒河江市のあたりをうろうろ。東根の大欅を通り過ぎ、マーケットで見たことない食材に出会いながら次の温泉地を目指します。この近辺ではいわゆる秘湯と呼ばれる野趣あふれる奇抜な温泉は見当たりませんでしたが、泉質が優れているという評判の温泉施設が何軒かありました。その一つがなぜか SL のデザインが建物にくっついているここ海老鶴温泉です。もともと食用テラピアの養殖のために地下水を掘っていたところ、偶然温泉が湧き出したそう。病気を患っていた当主の方がその温泉に浸かることで回復されたというエピソードがあり、長寿の湯として親しまれているそうです。左が旧建屋、2010年に建て替えられて、現在は右側が入浴施設となっています。昔の浴槽も味があって良かったらしいです。ナトリウム炭酸水素塩塩化物泉の温泉は 100% 源泉かけ流し、深い黄緑色の湯は肌にまとわりつくようなとろみ、キチキチとした肌触りを感じます。温泉は太古1000万年前の地層より湧き出るミネラル豊富な湯。2種類の源泉は浴槽に別々に注がれているので違いを体感できますね。いいね。わあ、なんでゴリラがいるんだ。1912年創業の老舗精肉店、牛肉の庄司が運営しているべこ屋。やけに口コミで好評なので寄ってみましたが、確かに安くてうまい。車中泊のお供にお試しください。国産牛を専門に扱っている卸問屋直営で、加工も自社で行っています。夕食用に切り落としを1000円購入しましたが、本当に美味しかった。ハンバーグや牛すじ、ホルモンなどのような部位も扱っており、そちらも評判が高いようです。なんとなく高齢者をケアするのが最優先の場所かと思いましたが、日帰り温泉も普通に営業してます。大浴場は循環風呂ですが、高温湯という浴槽が源泉かけ流しになっています。ここも黄緑色の湯、少しとろみのあるいいお湯です。料金も大人400円と格安。近くに大きなお寺があるねという理由だけで訪れた慈恩寺。調べてみると、東北地方における仏教文化の中心、地域に深く根ざした歴史と伝統の象徴。
などと評価されており、ただのお寺ではないようです。とりあえずお寺を見に行きましょう。滑りそう。ここも怖いね。724年に行基によって創建。檀家を持たず鎮護国家、国家安寧等の直願寺として摂政家藤原氏、奥州藤原氏、寒河江荘、大江市、山形城主最上市、そして江戸府と時の権力者により庇護され、江戸時代には幕府より2800石余りの地領を受け、東北随一の刹那となります。しかし明治時代に御朱印地が廃止されたことにより、多くの坊が困窮し、現在では山院17坊となっています。本当だ。他の参拝客に慈恩寺テラスという施設で詳しい解説が見れると教えていただきました。この展示が秀逸で、無料で慈恩寺周辺の歴史が非常に分かりやすく、見どころを紹介しています。シアターが迫力満点でした。記念撮影コーナー、ここに立ってさ、写真そういう分かんないけど、出川さんもいらしてますね。そうだね。あ、14時までだ。危ない。慈恩寺から少し東に移動。2017年に開業した新しい施設。館内にはジャズが流れる大人の雰囲気の日帰り温泉。全体的にこじんまりしていて隠れ家的雰囲気。透明感のある薄茶色のお湯は40度ほどで永遠に入っていられます。源泉温度が 38.6 度なので加温はしていますが、循環ろ過なしのかけ流し、露天の方が少し暖かい。ああ、気持ちいい。もう風呂から出れません。今日はここで就寝。夏はこんな風景ですが、今日は運動施設、河川敷公園、芋煮広場なども併設されている大きな道の駅で、売り場面積も広大。その広いエリアで私が目につけたのは、500円専用。前からずっとやりたかったんです。コイン入れて試飲するやつ。むくむく起きて昼間買った牛肉で夕食をいただきます。フライパンで焼いてラスクとワインをいただくだけで、車内は高級焼肉店です。まだ明るい時間ですが、おやすみなさい。真夜中、G は必ずトイレに起きてしまいます。なぜここにトルコ館？真っ白じゃん。いや、降りましたね。道路脇を示す棒以外何も見えませんが、今日は西へ月山の方向へ走ります。寒河江市の皆さん、いつもこんなに見えないんですか？天国に向かう道ってきっとこんななんだろうな、なんて考えながら走ってると、うなぎ湯の文字をマップで見つけて、そこを目指すことに。宮城県の鳴子にもうなぎ湯が数軒存在しますが、そちらはぬるぬる半端ない名湯。ここもやはりアルカリ性で硫黄塩化物を含む美肌の湯だそう。無色透明で少し白濁があります。国道112号線から少し入った住宅街に位置します。そろそろ到着するはずですが。おはようございます。9時からですか？あ、じゃあまだですね。すいません。あ、いえいえ、申し訳ないです。はいはい、どうも。ちょっと来るのが早すぎました。現在8時とまだ1時間もあります。今回は断念しました。いや、うなぎ湯なんて入りたいよね、なんかね。
中温泉の岐阜。国道112号を月山湖付近から右折して志津温泉を目指します。ちらっと見えた隠れ積雪日本一の看板、この時は何だろうと軽く流しましたが、ダムの事務所だ。静温泉までは行けるね。静温泉こう止めだって。ああ、冬かな。そうそう。全然無理だ。ちょっとスカイルっぽいね。ちょっとスカイルっぽいね。ねなかなか。もうだんだん雪の風が高くなってきたな。どこだ？まだ6キロなんだ。結構すぐだね。狭くなった。狭いし。これが温泉やってんのかな、冬。何にも見えないよね。見えません。先生見えません。志津温泉に入りましたが、温泉地の中の道もよく見えない吹雪。月山志津温泉は日本でも有数の豪雪地帯に位置しており、6メートルに達することもあります。古くから出羽三山詣の山内たちの宿場町として栄え、その歴史は400年以上にもなるそう。今回はここを目指してきたんですが、日帰りにはまだ時間が早かったようで入浴できず、和紙を使った照明がモダンで食べ物も美味しいと評判の宿です。志津温泉内を日帰り温泉を求めてさまよい歩きますが、これがなかなか楽しい。すごい。雪の高さがわかんないね。そうだよな。雪上がりみたいや。出羽三山詣の宿場町として栄えた志津の町並みを雪で作られた旅籠で再現するイベント。月山志津温泉雪旅籠の明かりが毎年冬に開催されているようです。あそこ狙ってくればよかったなと思っても後の祭りです。お風呂を探しましょう。宿泊入浴って書いてあるな、ここやっぱり。宿泊入浴って書いてあるな。聞いてきてみよう。宿泊入浴と書いてある看板を発見。早速お聞きすると、日帰り入浴させていただけるようです。入ろう。駐車場こっちだって。昭和40年開業された柏屋さん。お風呂3回出てな。綺麗なホテルだな。ホームページにも多くのリピーターのお客様に支えられ営業を続けてくることができましたと記されています。日帰りでお邪魔しただけでもオーナーの穏やかな気配りを感じることができました。どこに？体が冷えているので最初は暑く感じますが、だんだんと筋肉の緊張がほどけていきます。今日は何も見えませんね。気持ちよかった。したら、いやこんな雪多いところあるんだと思って。お風呂上がりにこの場所のことをいろいろと教えていただきました。そしたら月山スキー場は冬が雪が多すぎてリフトが埋まってしまうため営業はなし、4月から8月頃までの営業だそう。冬は営業しないんだと。積雪はだいたい7メーターは行くそうで、今日はまだ最盛期ではないそうです。今日はマレーシアから雪を見たことがない客が来るそうで楽しみにしているようでした。お客様として来るそうです。マレーシアの人びっくりするだろうな。さらにここにはアメダスの観測ポイントがないため、正確な積雪量は公式には発表されないそう。気象庁には話をしているようですが、今のところ目処は立ってないようです。
もしもちゃんと測定したら人が住んでいる場所としては日本一だとおっしゃってました。隠れ積雪日本一、そういう意味だったんですね。